こんにちは。ご視聴いただき、ありがとうございます。まだ寒い日もありますが、少しずつ春らしい季節が近づいてきました。私の住む関東地方の地域では、ほとんど雪は降っていません。一方で、日本海側の大雪や、岩手の方では山火事が相次ぐなど自然災害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。今日は、もみじにとってはまだ動きがない3月頃に私が行っている作業をご紹介いたします。そして、今回の音声は、かわいい声のあおいちゃんの AI の音声でお届けします。あくまでも自己流なやり方なので、ご参考程度にご覧いただければ幸いです。内容は、植え替えについて、剪定について、種まきについて、肥料についての4つのテーマに分けてお話しいたします。植え替えについて。うちのもみじの鉢植えは去年か一昨年に行っているので、今年はほとんど植え替えはしておりません。我が家は水はけの良いスリット鉢か菊鉢に植えてあるので、根が鉢の中にぐるぐると回ってしまうサークリングという現象はほとんど発生しませんが、このようなサークリングが起こっていたり、鉢の中で根がパンパンになっていたりした場合は、まだ新芽が出ていないこの時期に根をさばいて植え替えた方が良いと思います。また、木の高さがある程度ある場合は、鉢を大きくしたり、寸胴型の鉢に植え替えることで、風に吹かれても植木鉢が倒れにくくなります。植木鉢の中で根がまだそれほど多くなければ、無理に根をほぐさず、土がついたまま大きい鉢に入れ替えて新しい土を足すという植え替えもありますが、この方法なら一年中いつでも可能です。園芸のマニュアルでは、必要以上に大きい植木鉢に植えると土が乾かず根腐れしやすい、ということがよく言われておりますが、もみじに限って言えば、あまり関係ないように思います。むしろ必要以上に大きめな植木鉢に植えることで、夏の水切れを防ぐ効果も期待できるのではないかと思います。我が家の場合、もみじが水切れで枯れることは何度もありますが、根腐れで枯れたことはあまりありません。それと同時にスリット鉢を使ったり、水はけの良い土を使うと良いかもしれません。剪定について。もみじの剪定は、落葉してから1ヶ月以内くらいであれば問題ありませんが、2月から5月頃までは剪定しない方が良いです。地域によって異なりますが、もみじは2月頃から幹や枝に樹液が流れ始めるので、そのタイミングで剪定をすると、切ったところから樹液が流れ出てしまい樹勢が弱くなる恐れがあるからです。種まきについて。3月は種まきに適した季節です。3月の上旬でも下旬でも3月中であれば、いつでも大丈夫だと思います。ちなみに我が家の場合は、2月上旬頃、セルトレンに種をまきました。まいてから1月くらいですが、まだ動きはありません。おそらく4月上旬頃に発芽すると思われます。いろいろな園芸品種から採取した種をまきましたが、果たして園芸品種と似ている個体が発芽するのか、それともありふれた形のもみじが発芽するのか、楽しみです。その状況は改めてレポートしていきたいと思います。肥料について。肥料や農薬を使わない自然農の考えに基づいた方法で、もみじを育てたいと去年は思っていましたが、いろいろと検討した結果、3月中にぼかし肥料を与えることにしました。土の中の土壌微生物は増やしていきたいと思っていましたが、その方法として、ぼかし肥料を与えるのが効果的ではないかという結論に至りました。
米ぬかと油かすを混ぜた後に少し水を加えて発酵させますが、まだ気温も低いので、水槽用のシート型のヒーターを使っています。作り始めて毎日混ぜて空気を入れる必要がありますが、発酵が始まると数日の間、熱が出ているのがわかります。その熱が収まれば、ぼかし肥料の完成です。おそらく2週間くらいでできると思います。ただ、暖かい時期に作ると虫が湧きそうなので、この時期に作るのがおすすめかもしれません。ちなみに、窒素を多く含む肥料は、もみじにはあまり与えない方が良いと思います。以前、窒素を多く含む肥料を与えたことで、葉っぱが必要以上に大きくなってしまったり、うどんこ病がよく発生したこともありました。いずれにしても肥料は、諸刃の剣ですので、与えすぎには注意が必要です。その他に、土壌微生物を増やす方法として、効果があるかどうかはわかりませんが、今年も植木鉢に生えてきた雑草は抜かずに一緒に育てていきたいと思います。去年の夏から秋にかけて主にマメ科の草の種をいろいろとまいてみたのですが、時期が悪かったせいかあまり発芽はしておらず、雑草でおなじみのカラズノエンドウが年末頃からちらほら生えてきました。最後に、うちのもみじを2つご紹介いたします。1つ目は、サンゴ角です。夏の時期には幹や枝は緑色していたので、うちのサンゴ角はついに先祖返りしてしまったのかもしれないと思っていたのですが、気温が低くなると幹は赤くなるみたいです。今まで葉っぱがない時期にじっくり観察することがなかったので気がつきませんでした。2つ目は、清姫です。去年の年末に試しに室内に取り込んでみたものです。屋外より暖かいせいか、新しい葉が出てきました。枯れてしまうかどうかわかりませんが、とりあえず、しばらく室内で観葉植物っぽく育ててみようと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴いただき、ありがとうございました。